こんばんは。皆様、ラリーズの夕べにようこそ。一部にオズデイズライブというアルバムの中から、抜粋して、これはリマスターですけども、それを、皆様に初めて世界初公開です。爆音でおかけしますのでご注意ください。十分に楽しんでいってください。本当は2時間ぐらいですけれども、今日は、30分35分ぐらいの内容でかけます。抜粋です。それから休憩になりまして、今日はですね、水谷君の好きだった甘いラスクが用意されてます。ラスクとコーヒーです。ぜひ味わっていってください。ではどうぞ。
これでオズデイズライブの一部は終わります。しばらく休憩がありまして、それから、私と、お二方で、3人で、今日はひょっとしたらスペシャルゲストがいるかもしれません。しばし休憩です。では10分15分ぐらい後でお会いしましょう。なぜかMJ9 かかってますけど、私も不思議なんですけど、これは松山真也選曲っていうか、今かかってるフランスの音楽がほとんど松山君の選曲なんですよ。なんかこれなんかね、コンサートの前にずーっとこれがループしてかかって、この曲じゃないんですけどね、ベスト版みたいな MJ9 が、60年代に流行ったなんていうんですかね、クールなちょっとポップっていうかクラシカルなテーマをやるかっこいいジャズバンド、モダンジャズのバンドだったんですけど、それがなぜか皆さん水江君よく遅刻するんですけど、1時間とか待ってる間にずーっとこれがかかってたっていうね、そういうちょっと落ちないような、そうでもないような、それで今この曲がかかってるんですけど、一部はですね、1972年に吉祥寺にオズっていう、ヒッピーばかり集まるちっちゃいライブ、ここよりも小さいライブハウスがあって、そこで、もうそろそろ、本当にたかだか2年もなかったようなとこなんですけど、ものすごい印象深いとこで、私はライブはそこでスタートしたような、まだね、大学出てすぐか、本当に20歳過ぎてちょっとぐらいの時ですけど、ラリーズと共にそこで私が演奏を始めて、でラリーズのその時ドラムだった正田君っていうのとなぜかとても馬があって、なんか別にセッションバンドみたいなのできたのが実は夕焼け楽団っていうグループだったんですね。でそれもオズがデビューみたいなもんですね。他でもやりましたけど、やっぱり印象に残ってるのはやっぱオズと、あと京都で十徳っていうところがあって、そこでの演奏もすごく楽しかったですね。その2つはバンドを始める時のすごいモチベーションっていうかで、そうこうしてるうちに、ラリーズはラリーズ、夕焼けは夕焼けで、別れて、ほぼ会うこともなく、でもそうでもないな、70年代はたまに電話で話したりお茶したりっていうのはちょっとその後 2,3 年はありました。でその時にね、よくお茶入れてくれたりとか、なぜかいつもね、家にこうラスクがあったんですね。なんか甘いものがどうも好きみたいで、だから水江君っていうとなんかこうラスクの印象があって、京都の家族の人に会う時にはラスクこれ備えてねっつって、渡したり、今日もありますんで、ぜひ水江君だと思って皆さんラスクを食べてください。きっと彼も喜ぶと思います。なんかね、追悼っていう言葉はあんまりなんかラリーズには似合わないと思うし、本当にいなくなったかどうかっていうのはいまだに私はあんまり信じてないところがあって、なんか多分クリスマスあたりには独特の感じでまた失敬失敬とかってなんか古い言葉使うんですけど、なんかそんなこと言いながらなんか戻ってくるような、2年前にね電話がいきなりあって、なんか本当に20年に1回とか連絡来るんですよ、なんかね。でなんだと思ったらなんかいろいろ言いたかったらしくて、でやっぱりその中の一つは海賊版状況は嫌だと。嫌なのか、こんなにいっぱい出てるのに。で世の中には
私も一瞬思いましたけど、これ実は全部水谷君がコントロールしてるんじゃないかと、変わったやり方で音楽を発表してるのかななんて思ったこともあったんですけど、でもこれはどうも全くのガセネタで、本人は、とても嫌がってたんですね。あんまりいい音源がやっぱり少ないっていうよりも、結局一回海賊は出ちゃうとそれを誰かがコピーしてまたグレードの悪い海賊版が増えていくっていうことがね、どうも多かったようで、でもうとにかく聞きもしないとっていう話があって、じゃあどうしよう。で私はさっきかけたオズをオフィシャルなんで、これをちゃんとして、その頃はマスタリングっていう考え方もなかったんで、ちゃんとマスターして、今は私マスタリングは結構メインとは言わないですけども、プロデュースですけど、マスタリング仕事もよくやるんですね。で多分良くなるはずだからテープがあるかもしれないんでなんかやろうよと言ったら、本人は最初そう OK って言ってたんですけど、例のごとく気が変わり、実はいっぱい、カセットとかテープ持ってるんだと。でこれをとにかくまとめて本当にベストなものを作りたいというふうに途中で言い出したね。でその時にちょうどね、そのちょっと前にニューヨークに私行ってて、金信幸子さんっていう人の、今映画を撮ろうとしてて、でその時のですね、バックバンドの人たちが結構ブルックリン系の有名なスティーブ・ガンとかヨラテンゴとかのベーシストとかね、結構いい優秀なミュージシャンたちで、その人たちとか、あるいはそのラジオ局行ってもDJ がそのラリーズのことを聞いてくるんですね。なんかジュリアン・コープっていう人の本がものすごいやっぱり広くポピュラーになったみたいで、でもそれだけではないですね。なんかとにかく YouTube もすごい状況になって1000とか2000上がってるっていうんですけども、書き込みもほとんど外国語ですよね。日本語もありますけど、本当に英語系が結構多いっていうか、だからそれだけその世界のリスナーにものすごいそのラリーズが浸透し始めてたっていうか、多分ここ10年ぐらいなんでしょうかね。私も気にはしてたんですけども、そんな話もしてとにかくみんなラリーズ見たがってるよと。だって最後の演奏が25年、もう4半世紀前ですから、ほとんどの人たちはもう生まれてないか子供かですよね。でそんな状況ででもそれでも爆音じゃない、とにかくラリーズにちょっと触れたらもうやっぱりそのラリーズがとても気に入ったような、ことになって、もう本当にタトゥー彫ってる人たちも多いみたいですよね、ラリーズのね。だからそんな状況なんで、やっぱりこれは、演奏を聴かせてあげた方がいいだろうって話になってですね、プランニングを始めるだけは始めたんですね。でもうそんなに数やりたくないだろうから、もう最後、武道館クラスっていうか大きいところで1本やって、もうこれ最後にしようっていう話まで行って、時に、本当に不思議に私もちょっと耳疑いましたけど、ベース細野さんどうかなって彼がね電話ではっきり言ったんですね。でおちょっと新しいなと思って、意外だけども、なんかね分かるようなっていうか、私もね水谷君も非常に音楽の友達が大体少ないですね。同志社の時もラリーズぐらいしか友達なかったっていうか、で彼も本当にあんまりなんていうんですかね、社交的な方ではないでしょうね、きっとね。でも、やっぱりなんかその音楽界の中でなんかこう印象に残るっていう名前っていうか、そのキャラがパーソナリティってキャラがあって、彼がどう思ったかそういうふうにね言ったんですね。で私はじゃあ僕ベース弾けないじゃんなんてちょっとね一瞬カクッときたんですけど、私はどこでももう卓の前でもいいんで、別に演奏してもしなくてもいいし、サイドギターでもいいしね、でドラムは誰っていう話まで言ってたんですね。で細野さんも翌日電話したら OK だと、彼 OK してくれたんです。もう即答でした。
すごい不思議でしょうけど、これが起こったことなんですね。今日は、スピーカーというかゲストのトークの方を、ラリーズにゆかりの深いっていうか、ファンであり、プロのライターたちなんですけど、呼んであります。まずですね、今の選曲もそうでしたけども、ラリーズの大サポーターであります、松山真也さんをお迎えしたいと思います。松山さんです。そして、もう一人はやっぱり、もうラリーズっぽいバンドまでやってるっていうね、もうラリーズバンドではとにかくラリーズが一番だって言ってるやっぱり、ライターの方なんですけども、湯浅学さんです。はい、どうもこんにちは。湯浅さんです。松山さんです。これすごいよね、これ。そうです。実はね、後で見ていただきたいんですけど、ある若者っていうかファッションデザイナーさんなんですけど、20代ですね。ラリーズのこれカーペットっていうんですかね、ラグですね。でっかいラグが今日中藤君っていう、最後のオフィシャルカメラマンと言われる、カメラの方も今日いらっしゃってますけど、フロントにあった写真はその中藤君の、代表作っていうかラリーズのいい写真ですね。それをまた、ラグ状態に編み込んでくれたっていうね、ものがステージにこう横たわってますから、ぜひお帰りの前にちょっと離れないとなんだか分からないですよね。そうですそうです。すごいものがあって、20代の若者がそのラリーズの音楽をテーマにしたそのファッションっていうかコンセプトでファッションショーやりたいとかって今いう話をですねお聞きしましたけど、なんか、想像を絶するこのなんていうんですかね、ラリーズの波及効果といいますか、そういう状況が今、進行してるっていうねふうに思います。で今日は、ラリーズに関する、2、3の事柄という、ちょっと洒落たヌーベルバグっぽいようなタイトルをつけたんですけど、あまりなんかラリーズの歴史をとことこと語っても、それはYouTube とかになんか専門家じゃないですけど上手に解説している方がいらっしゃったりとか、そういうこうバイオグラフィー的なことは本でもきっとこれから出るでしょうし、私は映画も期待してます。ドキュメンタリーにきっとあるべきだろうと、思ったりしてます。音の方は秘蔵のマスターテープがいろいろあるんで、これからちょっとずつ、もう今その世の中で海賊たちがやってる配信を徐々に止めちゃってるっていうか、海賊さんたちは逃げ足が早い。ちょっと注意するとシューッと引いちゃうんですよね。でもそれはもう何も知らないで聞いてる外国の若い子たちはもうツイッター見るとですね、これはパーソナル9/11だと、エモーショナルテロだと、そんなことまで言ってる、人たちがですねいて、やっぱりファンがいるし、やっぱり本当それを心の糧にして生活してる方たちもいっぱいいらっしゃるんで、ちゃんとやっぱりそのテイクケアというかね、ケアは、いい作品を出すことによって続けていかなきゃいけないかなと思ってます。でも、今日はとにかく2、3の事柄ですから、私もだいぶもう3分の1ぐらい喋っちゃいましたけど知る2、3のネタをですね、これはちょっと珍しいだろうというようなことをですね、もうラリーズ2のお二方にこれから話していただこうかなと思います。まず松山さん、なんかラリーズといえばどう？いや、そんな僕は79年に初めて79年の10月だったと思うんですけど、
最初は法政大学の学館だったのかな、そこで見たのが初めてで、そこからまあ90年代まではまあ可能な限りライブには通ったんですね。それで何かその二さんの事柄って言われたけど、僕はラリーズっていうふうに言われた時パッともうすぐに思い浮かぶのがこのミラーボールなんですよね。今日もね、回ってますけどミラーボールと MJQ、 もうラリーズイコールそういうことが頭の中でなってて、印象があるんだね。というのがやっぱりフラッシュライトもある。まああれはもちろんそうなんだけど、つまりそのストロボですね、つまり。ストロボをまあいつも焚いてたけど、始まる前に必ずいつもこれが回ってて、それで始まる前までにその会場からその開演までの間がどれぐらいあるか誰もわからないんですよね。普通はまあ会場後まあ30分後ぐらいとかなんだけど、それが1時間2時間3時間下手すると5時間とか。5時間あったですか5時間あったかどうか。いや私もだってバンドで集まってやろうっていう時にまあ 1,2 時間はありましたね。オズとかも多分3時間ぐらいはねありました。あれは覚えてますね。それで例えばまあ3時間あるわけだけど、その間みんなね一言も文句言わないでじーっと待ってるわけですよ。そこに MJQ がループでかかってるんですね。これがこうキラキラ。MJQ 以外にかからないんですか。いやまあかかってたけど、とにかく MJQ の印象が強いんだね。一番使ってたと思いますね。MJQ 率が高かったんです。それで要するにこれから始まるその爆音の前のその静寂をみんなでミラーボールのせいじーっと黙って噛みしめてるっていう、それこそが僕にとってのラリーズだったんですよ。屋根裏あっちこっち屋根裏もあるし6メーカーもあるし、みんな似てる感じなんだね。大体そうだよね。だから僕の場合はラリーズって言われるとまず音よりも先にその情景ですよね。なるほどなるほど。その時はもうお香がうわーってしてたんですね。まあ大体大概ね。何の匂いだったか覚えてないか。大体サンダルウッドとかだよね、きっとね。そうですか。とにかくその爆音の前の静寂。なるほど。それが印象なんですね。それがラリーズだったなっていう。なるほど。ヨウスさんはどうですかね。俺はラリーズ最初に見たのいつ？最初多分ね、神代オールナイトレインボーショーだ。80年。今日どっか壁に貼ってありますよ。80年かな。そうだね。それが最初だと思うんだけど、あと間だいぶ空いてて俺。その後最初聞いた時からファンっていう感じではなく、自分の頭もその頃はぐちゃぐちゃだったので記憶があんまり定かでないっていうか、大学生？そうですね、大学生。80年まだ大学行ってた？行ってたよ。俺神代浪人してるから。神代ではない。違う、造形大。そうだ、美術だね。いやそれからだいぶ空いてて、で88年ぐらいだったかな。パリに行く前。いや89年ぐらいにレココレの原稿の一番最後に、その頃すっごくラリーズ聴きたくなって、ラリーズ聴きてえなって書いたの。そしたらフォーエバーの東瀬戸っていう人いるでしょ。あの人が俺にテープを送ってきてくれて、それがラリーズのテープを、それからテープコレクションが始まった。そんなことがあったんだ。それが日吉の慶応日吉の81年だっけ、2年か、あれのライン取りのテープだった1年だっけ。それでそのテープが来て、それをなんかもう本当にずっと一日中聴くようになったの。それでそしたら CD 出すっていう話になって、ちょうどいいタイミングだったんだね。そうなんだよね。だからそれで一応申し込んだらファックスならいい。それが89年9年ぐらいで、それから2年後に CD が出るんですけど、その時そうだね、インタビューを91年ね。ファックスでインタビューを。一応そのオズの次はリビスタっていうレーベルというかシリーズで3種類ボンと出ましたよね。後で聞いたらなんか急に CD 作りたくなったから作ったっていう、特に理由はないんだけど、その時に本当にまた多分十何年ぶりとかで電話が来たんですよ。うわ来たと思って、
そしたらどういうことかっていうと1970年に私が2人とも同志社時代ですよね、学生時代になんか学校のなんか放送クラブみたいなちっちゃいスタジオで、録音セッションをしたんですね。でその時のが今水谷っていう名前で出てるアルバムですね。何回も3枚の中の真ん中のやつですよね。真ん中つうか、そうだよね。その前は60年代のラリーズは古いラリーズって第一期ラリーズですね。それこそ中村君とかね、中村京さんだね、今はね、カメラマンのたけし君だったけどね、あとは歌劇メンバーがいたりとかいろいろありましたけど、で一旦亡くなって一人ポツンとしてる時になんか、たまたま出会ってですね、同志社で学校で、なんか静かなのやりたいんで手伝ってくれって言われたのが、あのアルバムのなんていうの作りですね。でもあの中にほぼ2人で弾いてる多分ラストワンの初演だと思うんだよね。であれもね、実はあの時やった静かな曲のコンサートだったんですよ。南正人さんと対バンの学生会館で、もう本当に数十人ぐらいしかいないでかいとこですけどね、なんかお客さんパラパラみたいな。でその時に静かな曲を一通りやって最後にラストワンだと。で私が生ギターだけど、一応ピックアップっていうかマイクがついてて、で彼はなんかセミアコかなんか持ってたかな。でもう一人なんか茶壺叩くみたいな人がなんかちょっと途中であの中にタンブリン振ってんだけど、めっちゃリズム悪くて、それなんだこいつとかってね、と思うんですけど、そういう気のいい京都のお兄さんがいて、その3人で演奏を始めたんですよね。でどうなるか私も分かってなかったんだけど、今聞くと途中で音がパッと途切れて何してるかと思ったらファズ踏むんだよ。でいきなりその後のノイズラリーズモードに突入。私もそうなると思ってないんだよね。初めてのラリーズのコンサートでいきなりあのノイズがやってきて、でも60年代には9年かな8年間に免罪符としてのなんとかみたいなコンサートを一応彼から招待してくれて見てはいるんですよ。その時とにかく初めての爆音体験ですよね。爆音っていうのはそれもなかったですよね。ベンチャーズだってそんなでかくないし、例えばね。でほとんど私ジャズライブのが好きだったんで、家がねちょっと映画館ではあるけど興行とかもやってたんで、デュー・グリントン見てもキャノンボール見てもサム・テイラー見てもそんなでかい音じゃないですよね。あと歌謡ショー見てもね、そこそこでかい、でかいなと思うけど、でかいなぐらいのでかいなんだけど、ライズの場合は会場に入ったら体が痛かったんですよ。それもう周波数で、もうそのデシベルで刺さるようなで、わーっと思って外出て、で深呼吸してもう一回入りましたけど、でもすぐ慣れましたけど、初めてのノイズ体験というか爆音体験が、で今日のは全然ね、だからもうラリーに比べたら5分の1ぐらいだいぶでかくてヒャーっとなった方もいらっしゃると思うんですけど、本当のラリーズはこのもう数倍でかいです。本当にそうですね。そんなでしたね。松山さんはコンサート何回ぐらい見てる？いやそれは数えてないけど、でも本当20-30回見てる。30回は行ってないと思うけど、でも可能な限りは行ってましたよ。最後96年だよね、ライブね。ああそうだね。実はその80年代に水谷さんがパリに87年からだっけ、8年からか、5年間ぐらいパリに行っちゃいましたけど、その前までマネージャーやってた人が僕の大学の友達だったんですよ。内田君っていう人が内田さんがね、定期的に変わりますけどね、マネージャーさんはね。でその友達がマネージャーやってて、それでなんかが 2,3 回だったと思うんだけど、彼に頼まれて人手が足りないからそのライブの時にちょっとアンプを一緒に運んでくれとかそういうことがね、いつも私もあんまり機材のことね、今は機材オタクみたいなもんだけど、その頃はでかいアンプ誰が運んでたの、誰が買ったのかなとか、エフェクターものすごい彼はとにかく音色に関しては多少自信あったらしくて、面白いこと言うんだけど、僕のギターの音は地味変ぐらいすごいんだよって答えようがないようなことをたまにねポッても、それずっと印象に残るんだよね。面白いこと言うやつだなと思って。でも今考えればあの音はどういう研究家多分いますよね。
ラリーズの音はどうやって作るんだ、結局ストンプボックスっていうかエフェクターをでもそんなに複雑じゃないですよね。今のプレイヤーはもう10個も20個もあれしてるけど、彼は2つ3つですよね。そのファーズっていう歪ませるもんと、ワウワウとディレイかぐらいですよね。でそれであの音を作ったっていうのはまあ謎だけど、これも結構、研究対象っていうか、誰か似た人いるかな、音はね。だからもう機材だけじゃないよね。やっぱりその指から入るこのエネルギーみたいのが結構特殊なものを持ってたっていう、ね、なんかで読んだんだけどさ、水井さんって自分で弾くギター以外にアンプの前にオープンコードのギターを2本ぐらい置いてて、発明だね、それで歪ませる、それをなるほどなるほど、そういう音してますよ、ということをやってたっていう。今日も多分1曲目にかけたのは、あれ厳密に言うとでもそういう実験をしてたと思うね。確かに今日一発目にかけたのはあれオズじゃなくてどっかのホールのそこだけピースをオズの手塚君っていうのはそうなんです。バラしちゃったけど秘密にしときましょう、一応オズライブなんで、であの音がそうですね、ギター1本の音じゃない、バーンとか言いながら別のがハウリング起こしてる、共鳴してる、だからちょっと言うとシタールみたいなね、ようななんかニュアンスっていうか、でもなかなかその努力家っていうか、あの音をどこでどうやって開発したかって、家ではちっちゃい音ですからね、声も小さいし、だからとにかくそういうこと言うと不思議なことばっかりなんですよね、彼ね。でもなんかね、95年に会った時に、イヤホンで聞く時があるって言ってた。音楽を君は聞かないのかって言うから聞きますみたいな。なんか最近はこれ使ってる、最近気に入ってる、気に入ってた、言ってましたよ。そういうね、なんかねちょっと味のあることをね、意外なことを言うのがすごい楽しいんだよね、彼ね。そうですね。あとレコードコレクターでね、15日発売ですか。今回だから、もうさっき久保田さんがだいぶ一人で説明しましたけども、ああいったことも含めて今回のこのプロジェクトの経緯、それからどうなるのかっていうことをかなり長いインタビューやったやつをまとめて、レコードコレクターズっていう雑誌の、12月15日発売のやつか。何ページぐらい？6ページだったかな。結構随分取れたね。でそこに私がラリーズを手伝い出した時、さっきのラストワンの初出しのね、初演のその後ぐらいに、その頃はね、私学校休学してアルバイトばっかりしてたんですよね。なんか肉体労働してたりとか、でもアメリカは9月に行ったんです。その前に 2,3 回で演奏ありましたね。丸山とかあった、野音とか、で行くんだと。そしたら分かったっつって、彼が水色のサインペンでですね、私のノートにこれをバンド見てくれ、このレコードを買ってきてくれっていうね、ダーッとリストを、たまたま私まだそれを持ってて、なんか水こぼしたりして国あってなんか債権になってるんですけど、それをね松山さんに渡して、今回もだからレコードコレクターズっていう雑誌に書いたんだけど、実は最初久保さんから今回のこの話を聞いた時に、もうできるだけ早く載っけたいからウェブの雑誌にね、じゃあ書こうかなと思ったんですよ。そしたらそう思ってたら、今度は久保田さんが今言った水谷ノートの写真が送られてきて、それを見て、これはやばいと、これはネットに上げるのはあまりにももったいないと思って、それで紙にしたんですよね。一応 3,4 ページお渡ししましたね。4枚ですね。本当はもっと何倍もあるんですけど。そうなんですか。差し障りのないここへ行けとかそういうそんなような4枚あってね、1枚目2枚目はだいたいレコードのリストがあったね。その雑誌を見てもらえば分かりますけど、3枚目からは今度は映画、例えばケネス・アンガーとか、向こうではこれは絶対行った方がいいよみたいな感じのやつとかあって、それから楽器とか、あとエフェクター、そういったものですね。それから本、
タランチュラとか本とか写真集とかそういったものをつまり自分が興味あって買ってきてほしいやつがもういっぱい載ってるんですよね。そういう感じですよね。本当はなんかスライドで今日見せてた方が良かったのかも。そうなんですけど、まあそれはまあ雑誌を見てもらって。雑誌たださ雑誌あれエクスクルーシブで。ただあの雑誌はモノクロページだから水色が出てない。そうなんだ。あれが残念です。それは最初から私決めとけばよかった。カラーページじゃないとは上げないようにしとけばよかった。しかもほら水色がミソですよね。元のそのやつがすごい細かい字だし、あれはね雑誌まあ一応ゲラがあるんだけど今それを見てもねなかなか読者は今日も持ってきたんで、字も小さいんで1ページだけ入り口のところに後で担当者に貼っていただきますね。皆さん眺めてください。味のある人間も非常に味があるんだけど、この字がまたねなんかね可愛い字丸文字なんだよね。1970年に男性で丸文字女もそうだけど丸文字書く人はいなかったね。でもすっごい読みやすいデザインされたっていう綺麗な字なんだよね。そういった固有名詞だけじゃなくてまあ文章もいくつかあるんだけどそれがやっぱりなんとかお願いしますみたいな感じのさちょっとねガーリーなキュートなんですよ。これ本当水谷さん若さだね。これ水谷さんが本当これ書いたのかなと思って。普通のでいいですからかっこいいノートとペン買って鉛筆買ってきてくださいお願いしますって書いてあるね。そのページだけじゃ今日ちょっと貼りましょうね。バンドはうわーっともう何十個も書いてあるんでそれいちいち読んでたらもうそこで流れが止まるとまずいんで水色のページをですねなかなか水谷ノートはグッときますよね。あれも見た時本当僕はこれだと思いましたね。それ復刻したいですね。復刻って何どういうことそのまんまそのまんまノートを復刻わかりました。じゃあそうですね考えましょうね。それはどこかで手に入れね今またなんか変ななんだっけやめましょうこんな話はね。なんかいろいろページをまた海賊と結びついちゃってまずいんで本当にみんな善意でマニアのとにかく80年代はテープ取る人たちデッドでいうとテーパーですよねすごく多かったんですよね。それがだからなんかみんな取ってると思うと嫌だったって言ってた。水谷さんが、だからやめろとか藤尾みたいに叫べばいいのに彼はね絶対言わないからジェントルマンだからね。見つけたら取り上げるっていうことにはしてる。でもさ俺も実際さでも実際にそれやめろって言われた人ほとんど会ったことない。録音ね必ずやってたよ。それ撮ってたよ。そうだよね。多分周りもみんなやってたと思う。みんな撮ってた。全員撮ってたんだ。で残念ながら本当にマニアックな人でそれを一番いい音で撮ったような方が頼まれてファンに頼まれてコピーを渡したのが漏れちゃって結局蔦屋10枚みたいなことになったかどうかちょっと私わからないけどね。私も解析状況全く詳しくないんであれですけどしかし客席で撮って海賊版の中にも相当音のいいやつがあるから客席で撮ってあれはないですよね。音はないわ。ライン取り流出もあるからね。あるねあったね。だからその辺はねなかなかもうライン取りは逆に専門的な話になるんですけど PA にはね多分ギターの音入ってないんです。入ってないですね。だからライン取りのバランスって悪かったりするんです。でかいホールだと全部入ってるんですね。ただ100人規模だと生音は卓には入ってないんですよね。皆さんこっちで聞いてるんで。水谷さんのアンプだって200ワットで2段3段積みが 2組でしょ。2つあってね。それでここにボックスのアンプも置いてあって1人でだって3台最低は使うわけですよ。ギターにつながってるわけでしょ。だからそれ考えるとラインで取れないですよねやっぱりね。ラインに入れても無駄っていうか、それエアーと混ぜるとかしないと。ラインに入れて卓が歪んじゃった結果が77年の立川ですよね。あれもう卓が歪んでるんですよ。卓がエフェクターみたいななってるそうでこ
これからリマスターするのに治るかな、治るわけないんですけどね。だからタクが歪んでるでラインも歪んでるし、表に出てる音も同じように歪んでるんですよ。でも、あの音のファンが多いと。いや、あの音はすごいと思うね、そうなんですよ。であれだから家でものすごいでかい音で聞くんですけど、立体感がすごくて、そうなんだ。でちゃんと歌がこの辺に浮遊してるんですよ。ちゃんと聞こえるんだね。こうやってワン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 。あれはね、すごいなと。実はそのリビスタの時のマスターはもともとのその同志社の時のテープもあれば、その立川のカセットもオープンもいろんなものがあるんですよ。そこで撮ってたんですね。で最終的にはどれをマスターにしたかわからないけど、ちゃんとものすごいいいスタジオで、東急ファンそうめっちゃもう高くて有名なぐらいのスタジオで時間かけてデジタルマスタリングを、彼がやったんだね。だからその音はね結構大事にしなきゃいけないなと。そうですね。もうちょっと良くなると思いますけども、まずはオズが出ます。それからオズもタイトルがねもうちょっと言うと昔のオズデイズは、2枚組4面ですよね。でラリーズはそのうちの片面でしかなかったですよね。裏はタジマハルで、あと南さんアシッドセブン宮古内っていうのがあって、でもアメリカのレーベルなんですけど、結構ねなんていうのかな、日系人なんだけど北沢君っていう人で、ライティン・ザ・アティックっていうね割と有名な細野さんの復刻とか金山幸子やってる、あとなんだっけ、環境音楽っていうね、日本語のをローマ字にしてコンピですよね。それで結構成功した、彼が別レーベルをこれからそのレーベルのもう一人相棒と2人で作るっていう新レーベルなんですけど、そこでラリーズをやっていこうということに今なってて、世界発売的にっていうか日本も含めてですけどね、発売になります。でスタートは多分4月ぐらいじゃないかな。もう4月なんですか。4月ぐらいかな。半年とか今レコード状況はもうレディー・ガガがプレスを抑えると工場がもう2ヶ月ぐらい塞がっちゃうんですよね。でもいろいろ裏技があって昨日バタバタっと決めて、なんとか技術的には4月にはいけるかなというところに今あります。それがね2枚アナログなんですよ。でもこれ2枚とも全部ラリーズなんです。4面とも。だからなぜかというと私忘れてたんだけど、実はそのセッションの時にですね夜の部話っていうか多分ねラリーズの日だったのかな、サウンドチェックを利用してっていうか午後の時間帯に無観客でずっとテープを回して、ソニーの安いですよね、家庭用のテープレコーダーみたいなね、民生機っていうやつだね。それで2時間も3時間も撮ってたんですね。でそのテープが全部生きてて、そのオズのマスターが手塚君から送られてきて聞いたら全部いけるな、で全部デジタイズっていうかプロトゥールスにトランスファーするんですけど、そこからちょっと大変でしたけど、しかも1曲30分ぐらいやってるともうレコードに入らないじゃないですか。でそれをどう入るとこまで持っていくかとか、まだ最終的には、カッティングレコードのカッティングしてないんでちょっとあれですけど、そういうものがあってですね、アメリカのレコード会社としては、レコード2枚全部ラリーズでいきたいと、だからラリーズのオズなんですねこれはね。でその代わりその南さんとかセブンとか他の人たちは CD に入れようと、だから2つの違うプロダクトが出るんですね。その CD にはラリーズの演奏全部入ってるし、なんだっけボーナストラックも何曲か入ってるんですね。だから CD が3枚組ですよね。CD3 枚組です。そうですそうです。だから、一応僕がその向こうのレーベルから聞いてるのがその3枚組 CD が、仮タイトルで「オズデイズライブ 50th アニバーサリーコレクション」っていうタイトルですね。それと同時にそのラリーズだけの LP2 枚組、これが「ザ・
オズテープスっていうタイトルになってますね。オズテープスなんだ、はい、まさしくテープですね。でその、CD3 枚組の方には、ラリーズの曲は、CD で1枚半分かな、合計10曲入ってますよね。そんな感じですね。それで、はい、その10曲の中からおそらく2曲ぐらいを落としたやつ、まあ多分8曲ぐらいで、さっき言ったその LP2 枚組を作ると、そういうことみたいです。まあ、とりあえずはその今まで出たオフィシャルを、まあ、なんていうんですか、もう一回ちゃんとリーシューすることを始めて、まあどれぐらい時間かかるか分かりませんけど、もうその水谷ルームに、まあ、お宝があると。で彼はその電話ではそっちを先にやりたいってね言ってたんですよ。だけども例えばそのリビスタにしても3種類出しました。4っていうのは実はあったんですね。だから何だろうと、それは俺も聞きました。それ何だろうと思ったら A 面 B 面っていうなんかそのオープンリールがあって、それはプロのスタジオで撮った10インチのリールで、それがそうだったんだよね。つまり AB 面っていうことは彼はレコードを作りたかったんだね。であれでしょ、インタビューで一重に自分は怠惰だからそれをやらなかったって言ったんだっけ。なんか時間が足りなかったから、ファックスインタビューをしたんですよね。それはその時じゃない。92年その後に後か95年の3月に突然電話かかってきて、でそろそろ会った方がいいと思ってって言われて、それで会いに行ったんですけど、なるほど、やっぱり京都に、いやいやその時は下北沢で会ったんですけど、1時間半ぐらい待ってたら突然カツカツカツってきて、それで1時間半待ったやっぱりそれでこうやってそれ普通結構普通ですよなんか、私もだから91年の時にそのリーブスタの時に電話があって、まああの時のどうしたの70年テープ使いたいんだけどいいかって言うから、いいよいいよって言って、でじゃあ会おうって話になったんだけど、1時間半コースだったんで、私も次の時間があれで、まあ今回も会えないなって思って、なんか後ろ姿見たような気がするでも次のもうミーティング入っててダメっていうことありましたけどね。まあ1時間半はまあ普通ですよね。今日の、オーバーヘッズっていうチームで、まあ、そこの長老閣のタニアンさんがですね、今日の照明関係をやってくれて、まあ、今はちょっと普通ですけど、さっきの音楽のバックでは流れてたレトロな再形ですね、あれオイルっていうんですかね、はい、あれは、タニアさんに拍手ありがとうございます。彼は実はラリーズマニアで、自分の照明とラリーズの音をかけながら結構何回もパーティーをやり続けて、である時やっぱりねやっぱり下北沢で水谷君と会って、もう多分10年も20年前ですかね、やっていいかと、でお許しが出て、いいよと構わないよと、言われたらしい、ね、まあそんなことがね、ある。あとはこの写真の中藤君もそうですけど、なんかそれぞれになんか独特のなんていうんですかね、水谷君とのなんていうんですかね、絆というか、そのファミリーライクななんかがこの写真って、ポスターにして売りましたよね、チッタで。あ、そうだっけ、覚えてない。そう、へえ、94年、そう50枚とか100枚とか限定で、それ買いましたけど、もったいなくて広げられない、そのまんましまって、1枚私が中地君の部屋に貼ってあったやつを私いただいて、もう1枚なんか未使用なやつがっていうか、新しいのあったらしいんだけど、この間いただいて額装しましたけどね。そしたら面白いのは、うちのちょっと変わり者の猫がいきなり飛びついてハグしてました。仲間だと思ったんですね。そういう話はあるんですよ。なんかご家族の方も猫と子供には好かれる人だとおっしゃってたね。俺猫なのかな、やっぱり。そしたらそうかもしれない。うち今8匹いるんですけど、やっぱり猫族だね。猫族ですね。まあそういろんなね、
でも水谷さんが子供と遊んでるとこ見てみたいですね。でもね似合いそうだけどね、子供に好かれる、好かれるってね、言ってましたね。ちょっとスペシャルゲストなんですけど、そのオズっていう本当にちっちゃいけど素晴らしいライブハウスがあって、もともとはそこのお客さんだったらしいんですけど、気が付いたらそこの技術担当になってしまったっていうね。でさらに、その後はバンドメンバーになってしまった。裸のラリーズの一員になっちゃう。一員になってそのオズの頃オズバンドっていうのあったんですね。オズゴールデンボーイズとかって言われてるセッションジャムバンドですね。すごいいいバンドでしたけど、でも彼がそのマイクセットしたりアンプを修理したりとかっていう、でラリーズに入団しました。温かい拍手でお迎えください。ドロンコ。高田君です。ありがとう。昔対バンしたことあって、ドロンコさんの湯浅バンドと湯浅湾っていうんですか。湯浅湾っていうのドロンコ雲っていうドロンコ雲対湯浅湾でやってて対バン。なるほど。そういえばドロンコも猫っぽいよな。こうやってるとね。猫そんな好きじゃない。猫大好き。あ、やっぱりどうも留守番してどうも猫族だな。本当に50年じゃないけどもう本当半世紀ぶりっぽいよね。そうですね、もうだからちょうど50年ぐらい、72年か73年か、録音したら72年ですよね。オズデイズ。そうだね。だから49年だけど、発売になると頃にはもう50周年記念だな、ね。でもよくテープが持ったもんですね。奇跡ですこれも、普通ベトベトになって下手したらテープレコーダー壊れるぐらいのことなんだけど、ラリーズに関しては綺麗に回るんですね。もう不思議でしょうがないんだけど、普通はテープもちぎれるしね。そう編集した白いところはまず剥がれますよね、ピシッて。糊が取れちゃうっていう、それを直しながら今回デジタイズしたわけなんですけど、でももともとはもうセッションは私本当に今はもう機材ばっかりですけど、その頃はもうあんまり気にしてなかったんだけど、ドロンコいるなと。ドロンコはなんかいつもオズの機材を触ってる印象が機材班だったよね。なんかね修理ばっかりしてた。でこの間電話でもう今フェイスブックいろいろ講座っていうか言われますけど、やっぱりあれがあるんでドロンコとやっぱりつながるんですよね。しかも電話もかけられるじゃないですか、あれタダで。すぐ電話。そう。でだと思って、あの時私はベース弾いてるけど、ギターの時の多かったっていうか、でベースなんだっけってドロンコに聞いたらちゃんとドロンコが覚えてて説明してくれた。ロケットベース。ロケットベース。金ちゃんイタリアで。そう有楽楽団のメンバーのベースを私が借りてきて弾いてた。借りてきた猫じゃないけど借りてきたベースだったね。そういうねことをドロンコは記憶力がいいっていうか、逆にこっちから見てるから、あれは録音はドロンコ録音そうですだよね。全部ですよね。そうだよ。ちゃんとクレジットしないと。だからもうプロデューサーみたいなもん手塚君とね、ドロンコともう一人PA っぽい人っていうかお友達が、そうです。今本職で大物ですけど杉山茂君、 PA 界の巨匠が高校の同級生だったんだっけ。高校の同級生で手伝ってくれってね、だからそういう意味でもラッキーでしたね。そういう方が一緒にね動いてくれて、でマイクって何だったの、ベース割り箸みたいな音してるけどあれ一体何なの。そしたら今この手話ゴッパっていうマイクはね本当1万円ぐらいで売ってるんですけど、当時は
アメリカで200ドルすると日本では7万円だったんです、360計算、初任給2万3万の時代ですよね、だからまあそんなちっちゃいライブハウスじゃ絶対買えない。でその時どうしたんだっけ、マイクで、その時ラッキーなことにソニーからエレクトレットコンデンサーっていう電池入れるやつだな。そう電池入れてコンデンサーマイクだから結構高音が録音できるんで、でそれが安いのが1本2500円だったかな。町の電気屋さんみたいなところで買ったんじゃない？それは今は吉祥寺の線路の下にある電気屋さんで、ガード下の、でそこで、そうだな、手塚君からじゃあお金預かって、そうそうみたいな、こんな安いのがあるよって言って、金出すって1万円くれて、そうなんだ。で4本買ったわけだ。4本買って、でオズにも何本かあったんだよね。オズにあったのは、もうマイクとは言えない。マイクとは言えないもともと歌声喫茶だったとこで、そこの備品が残ってた。そこの備品がその辺にゴロゴロ転がってて、そうなんだ。でも全部死んでるんだけどばらしてまた生き返らしたわけね。多分ねプリモとかそういうやつだね。プリモだね、カラオケマイク昔のね、はいはいはい、ありましたね。まあだからオズをやっぱりこうエンジニアとして支えた、ね、お客さんなのになんかそんなことをやらされてっていうね、はい、でもドロンコ雲っていうね、まあなんていうのバンド名っていうか、活動はそれはいつ頃からやったんだっけ？ドロンコ雲いつかな、16年ぐらい前で、結構最近だね。その後は今ロスドロンコスっていうのをやってます。おかっこいいね、なんかメキシコみたいな名前じゃん。ロスドロンゴスってあんだけどね。だんだんね猫語の話になってきて聞いてる人になんだかわけわかんないことになって、ドロンゴさんラリーズは何年ぐらいまでいたんですか？79年から94年、ギリギリ。それって結構オンオフドロンコだったり違う人だったりした？妖怪さんがやってる。ほとんど僕がやってたけど、そうなんだね。いない時は違う人がやって、山口不二夫の入ったラリーズがありましたね、はい、これはまあ今聞いても非常にコクが強いっていうか、面白いですね。これは本当にそれこそ海賊でしか聞けないんだけど、本当にやっぱり一種ラリーズのこう音楽性的にはピークっていうか、なんかねこうソウルっぽいビートが、ね、そうちょうど藤尾君が持ってきて、藤尾君はねリフの力があるんですよね、サイドもすごい、まあやっぱりちょっとキース・リチャードっぽいっていうか、本当にいい組み合わせでしたよね、でスタジオでもマースとかっていうところで撮ったんだっけ？国立のマーススタジオで1月ぐらいはやってましたね、それがどうなったか僕は全然知らないんですけど、テープの行くがわからないのと、ちょっと結末がないようなことで謎のねマースセッションっていうのがあるにはあるんですよね。だこれからそれをまあ探すのか、どうするかですけどね。ミックスしたオープンリールが何本かあるはずなんですよ、だけどどこ行ったか分からないです。なんかその頃そのマースで仕事勤めてた女性が、なんか B さん履きの毛長の子がまとめてそのテープを持ってったよっていう未確認情報が誰なんですか？誰なんでしょうね。当時のマネージャーかもしれない。でもまあとにかく神話時代の話ですから、記憶もだいぶねディストーションしてるし、なんていうんですかね、我々もなんかだいぶ怪しい記憶がね怪しくもなってるし、まあ面白いことだらけで、なんかどの辺までが現実でそれがそうじゃなかったのかっていうのが、結構もわっとしてるよね、なんかね。何年も続いた奇跡の中での話だから、そうだね、神話みたいなもんですよね。そんな感じがしますね、ちょっとね。でも藤尾君は1年やった、2年
藤尾君は1年ぐらいだ藤尾君は1年か大体1年ぐらいだと思う、でもすごいテーパーのマニアックな人が言うには藤尾が入った彼は本当いい音で撮る人なんだけど、屋根裏のセッションで藤尾が入ったのは、彼のやっぱりテープ市場では、ベストだと言ってたりしますよね。それのいいのをこれからまたサーチング4でね、きっと皆さんのもうその何百ドルの海賊じゃなくてちゃんと適正価格で世界の皆さんに届けられるといいなと、それはお願いします、思ってます。はいはいはい。いやいやもうぜひぜひドロンコのねもうヘルプなしではこんなことできないだろうし、これからも本当にね仲良くっていうか頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。元気だから大丈夫。はい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 。ちょっと駆け足でしたけどもこんな感じで、あとなんかもう一つ二つこのなんていうか小話ありませんか。2、3のってまだ3ぐらいまで2しか言ってないからね。もう一つなんかね、岩佐さん。面白い。吸ってたタバコがロングピースとか。なんかずっとロングピースです。ロングピース。そうなんだね。ただショートピース持ってるとほとんど吸われちゃったですね。ピース長くないとダメなんだ。ショートを持ってるとね、美味しいから取られちゃう。水谷君。松山さん何かある？もう一つ出し物ありますか？いや僕は知りたいことがあって、あと多分近いうち今回の開設されたサイトのストーリーには公表されると思うんですけど、70年代の半ばに相田明さんの仲介でバージンから出るっていう、で音も取ったっていう話をそういう噂もありましたね。実はこの前初代ギタリストの中村武さん、中村京さんが今写真展京都で写真展やってたんで、それをちょっと見に行って中村さんに話を聞いたんですね。でバージン版のこともちょっと聞いたんですよ。そしたらそれはもうすぐ出るそのストーリーに多分、当時の、なんつったかな、なんとかさんっていう中国系のマネージャー、よくわかんないけど、いたね。オズによく出入りしてる台湾のほら彼なんだっけ、通称ハリマオ。そうハリマオ。その人がなんか持ってるらしい。いや詳しくそのことは知ってるかも。事情をね語ってるはずだから、それが多分もうすぐサイトのストーリーに出るから、もう私はそれは喋らないからっつって。なるほど。そうなんだね。じゃあそれを待ってればいいんですね。そうですね。その間セッションはどうなったかっていうね。それはどのくらいその頃は知らないか。それは全く知らないです。ヒロシっていう人だった。ベースはその時は誰だったのかな。誰だった？僕の前がヒロシだから。76。そうか、そうだね。サミーがドラムだった。サミーっていうのはオズバンドのもともとオズのチームの仲間なんですけどね。彼もラリーズのドラム正田君の後か。正田君のすぐ後で立川のやつも結構なんとなく歴代で5年ぐらいでこうちょっとメンバーが変わったり戻ったりするっていう繰り返しをしてたね。確かね。なんかありませんか皆さん。あそこで手を挙げてる方が、どうぞ。谷さんがラリー始める前生い立ちみたいな。そこがねなかなかご家族に聞いてもですね、我々もそれ知りたいですね。一人っ子だったらしいです。で私の知る限りでは名古屋の地方の出身の方で、知多半島ルーツっていうのは聞いてます。ただ結構ね意外とそのバンド仲間でツアーしてて、水谷家の実家に泊まったよとかって、例えばオレンジカウンティのすごいもうフレンドリーっていう気がいいんですよね。実家に泊める、自分がいなくても。でお家はお父さんはいろんなこと言われてますけど、一応アートディーラーっていうか画商っていうのかな、そんなお家だったらしいです。でもちょっとそのもう一つそのオチがあって、
趣味としては怪奇画コレクションのお父さんがお父さんが、で子供の時からまあそれを見てこうフリークするっていうかトリップするっていうことをやってたからこんななっちゃったんだよと。で彼はなんか、この手の話はめっちゃ多いですよ。なんかこれが本当かどうかわからないですよね。なんか面白いんですよね話が。で結構本当かなっていうのは結構こういくつもありますけど、それはちょっとこう言いづらいようなことも結構あったりしますね。なんかね、でもこれぐらいならまあいいだろうね。でもまあどっちにしろクリスマスにはね帰ってくるんじゃないかなってね。まあお盆には帰ってきますよね。お盆じゃ普通だから、なんかもうちょっと早い方がいいね。なんかねイースターとかそれぐらいがいいなね。まあそんなわけで本当にこのオミクロンの怪しい世界の中を皆さんよくぞ集まっていただきました。本当に本当にありがとうございます。ドロンコありがとうございます。岩佐学、松山真也、水谷隆、猫晴れ豆のスタッフ皆さんありがとう。レコ発ってシャレで言ってますけど、このオズが出るときに4月ぐらいの予定なんですけど、ぜひもっとライブっぽい感じのものをやりたいなと、心で思ってます。ホームページをラリーズのウェブサイトを、頼りにまたその情報をぜひ見つけてください。ありがとうございました。